皆様、本日はですね、こちらの四つ切りの食パンを使って、12分でできる至福のフレンチトースト作っていきたいと思います。イエーイ。パチ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 。はい、では早速作っていきたいと思うんですけども、マジでめちゃくちゃ簡単です。ただね、僕の中では本当にお店に負けないぐらいめちゃくちゃ美味しいフレンチトーストになってるので、ぜひ皆さん真似してみてください。では早速、まずはね、四つ切りのパン、これのね、耳を取ってあげてください。これね、耳取ってあげた方が染み込みやすいんですよ、卵液が。なんでまず耳は耳は捨てずに、こちらもね、ちゃんと食べられるようにするんで、はい、耳をまず取ってください。耳をまず。そしたらフォークでですね、本当にザザザザってこう、なんだ、強くじゃなくて優しく何箇所かにこう穴を数箇所ですね。そんなねいっぱいやんなくていいですよ。これも卵液が染み込みやすくするためなんですけども、均等にこんな感じで穴を開けてあげたら、電子レンジもう大丈夫な容器にこう置いてあげます。そしたら卵液を作っていきたいと思うんですけども、まずはこちらにお砂糖、はい、お砂糖ですね。こちらを大さじ1、はい、大さじ1で、これはねなくてもいいんですけども、はい、練乳です。練乳も大さじ1。これを入れるとね、いっぺんにプロっぽくなりますね、味が。こちらも大さじ1。なかったら砂糖だけでも大丈夫です。あったらより美味しくなるっていう感じですね。こちらも大さじ1。そうしたらこちら牛乳、こちらを 40ml ですね、40ml。そうしたらここで軽く混ぜてあげてください。練乳とお砂糖が溶けるように。でこれをね先にやって、この後ね生クリーム足すんですけど、先にね量が少ない時に混ぜた方が溶かしやすいんで、あとこぼれにくかったりもするんで、最初にやってあげてください。全部混ぜてからでも全然いいんですけどね。ザラザラ感とかなくなって砂糖とか練乳が溶けたなと思ったら生クリームですね。こちらも牛乳と同じ量 40ml です。 40ml 足したいと思います。でさらに卵ですね。卵も1個。そしたら混ぜていきます。こんな感じで卵液きれいに混ざったら、ここにですね最後、これもねあったらでいいんですけども、こちらバニラエッセンス、こちらをね数滴垂らしたいと思います。数滴垂らします。これがね入るだけでね、一気に香りも良くなるんでね、さらにね高級感のあるフレンチトーストができておすすめです。なかったら大丈夫なんですけど、あるとより美味しいです。そうしたら卵液をこちらにかけていきます。はい、ちゃんとね食パンがね浸かる感じがいいですよ。ボールとかだと下の部分がさ浮いちゃったりしちゃうじゃないですか。なんでこう平らな感じとかができればいいです。少しね深さのある。そうしたら軽くなじませてあげて、こちらを電子レンジ 600W で1分加熱していきたいと思います。もしかしたら動画撮れてなかったかもしれないんですけども、こちらですね、1分経った後に優しくねひっくり返して、さらに 600W で1分加熱した状態でございます。でこの状態になったら、もう焼けます。なのでこちらはとりあえずこのまま置いといて、次はですねパンの耳、こちらをね美味しく作っていきたいかなと思います。あとはもう焼く作業なんで楽ちんです。ではまずフライパンに火をつけて 10g の無塩バター入れます。約ですね、ここら辺は適量で大丈夫です。バターが溶けてきたらこちらのパンの耳、ごめんなさい、これその後に忘れてたんですけど、さらに食べやすい大きさに切りました。こちらを焼いていきます。そしたら、お好みのね硬さになるまでパンの耳をずっとねこのままゆっくり焼いてあげてください。だんだんね時間が経つと焼き目がついて硬くなってくるんですよ。それでサクサク感が出て美味しくなると。これがまたねちっちゃいお子さんのおやつにねぴったりなんですよね。火加減はね中火ぐらいかなで大丈夫だと思います。中火から弱火ぐらいの。
で焦げすぎないようにだけ注意してください。ちょっとやっぱもうちょっとバター入れようかな。もう 10g 追加。これちょっとお好みで大丈夫です。ということでお好みのね硬さになったらここで一旦火を止めて、こちらザラメ使っていきたいと思います。これはね普通に砂糖でもいいですよ。お好み量入れてあげて、このねザラメが溶けるまで熱してあげてください。こんな感じで砂糖がね溶けて全体的に絡まったら火を止めて、クッキングシートの上に置いて冷ましといてあげてください。ちょっと持ち上げられないんですけど、これでね簡単なパン耳ラスクの完成です。じゃあメインのフレンチトーストやっていきたいと思います。まずねフライパンはね洗っといてね、綺麗に。そしたら火をつけて一番弱火にしてください。でそこにバター約10から15ぐらいよねを入れて軽く溶けるまで。でバターがいい感じに溶けたらいよいよこちらをね投入していきたいと思います。これがねマジでね毎回緊張するんだよね。もうねめちゃくちゃトロトロになってるから、できるだけね本当に触らないように優しく。でここに余った卵液かけてあげて、こちらもう全部かけます。もったいないんで。こんな感じになったらここ重要ですね。必ずね蓋を閉めてください。蓋を閉めて弱火で5分間加熱してあげてください。こうすることによってよりふわふわでね中まで火が通って美味しいフレンチトーストが出来上がります。なので5分間弱火でじっくり焼きたいと思います。で片面5分蒸し焼きしてひっくり返した状態がこちらでございます。でもう一回ひっくり返したら蓋を閉めて、さらに弱火で5分間蓋を閉めて蒸し焼きにしてあげてください。でお使いの、ガスによって火力ってだいぶ違うと思うんで、焦げすぎないようにだけ注意してください。後でね焼き色は綺麗につけてあげられるんで、まずは弱火で片面5分ずつやってあげてください。ではさらに5分経ったので見ていきたいと思います。おおね、同じ5分でも焼き色がだいぶ違うんで、焦げすぎないようにだけね注意してあげてください。であとはここから綺麗にね焼き目をつけてあげられるだけなので、少しだけね火力上げて焼き目綺麗につけてあげたいと思います。ではもう一度ひっくり返してみます。いい焼き色。はい、こんな感じのいい焼き色がつけばね最高ですね。もうねこの状態でね持ち上げてみれば分かるんですけどね、しっかりね形ができて、本当にね割ってないんですけどもふわってしてる感じがね、もうねフライ返し越しにね伝わってくるんですよ。この焼き色になったら完成なので、この上にねお好み量無塩バター、僕は 10g なんですけど乗せて、さらにメープルシロップをかけて食べていきたいと思います。美味しそう。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは貴重な1枚を半分にしたいと思います。殴り合いじゃんもう。超うまそう、見た目もめっちゃうまいですよ。もう見たら分かる柔らかいやつ。これちょっとこれでいけるかな。もう全然余裕だ。フォークで二口。じゃあ食べ、いやまだこっちもあるから。はい、こっちもあるから。耳いいね。はい。じゃあちょっといただきます。もう全部かかってる感じ。これはかかってます。いただきます。うまい。これはうまい。ちょっといただきます。うまい。うまい。これはうまい。我ながらうまい。ごめん、もう一枚後で焼くね。こんなに少なすぎたかもしれない。確かに
ちょっとさ、物足りないぐらいが美味しいとかあるじゃん、ヤクルトみたいな。そうだね。だとしても足りない。うますぎる、これは。これがうまいわ。でね、食感がふわっふわなんですよ、ほんと。ふわふわと、とろっとしてるんだけど、ちゃんと中まで火が通ってる、しっかりしたフレンチトーストになってるんで、めちゃくちゃ美味しいです。もうな、ちょっとこれ、お、すげえじゃん、これ。それてって食べちゃっていいよ、こうちゃん。すげえじゃねえか。これもね、またね、めっちゃ美味しいですよ。うまっ。もうラスク。そう、ラスク。うまい。うまいね。止まんねえ。止まんないね。ということで、本日はですね、12分でできる至福のフレンチトーストを作らせていただいたんですけども、どうでした？まあ美味しい。まあ美味しかったです。完璧でした。完璧でした。もう文句のつけどころがないお味でございました。もう一日ねつけなくてもやっぱり電子レンジでねチンしてあげるとより染み込んで美味しいっていうのと、で染み込ませた後に普通に焼いちゃうとトロットロになりすぎちゃうんですよ。だけどやっぱり蓋を閉めてふわっとやってあげることによって食感もねある程度ちゃんとね残って美味しいフレンチトーストになるので、ぜひ皆さん試してみてください。ということで本日は以上になります。ぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。